ご視聴ありがとうございます。今回は持っていると何かと便利な道具、プライヤーレンチを2社で比較してみたいと思います。プライヤーレンチといえばのクニペックスと、こっちは後発になるのか、アーウィンのプライヤー&レンチ。プライヤーレンチ、好きな道具の一つです。最初はそうでもないどころか、買ったの失敗したかと思ったぐらいだったんですけど、使っていくうちにだんだんその便利さに気づきまして、手にする機会が増えていった道具です。ドイツとアメリカ、どちらも老舗の対決です。どちらがよりおすすめなのか、使い比べた結果をお伝えしたいと思います。外観がこちらです。全長は 180mm と 200mm、重量は 230g と 269g。アーウィンの方が比べて少し大きめとなってます。重ねてみるとヘッド周りも若干ではありますが、アーウィンが大きそう。厚みに関しては似た感じです。仕上げはクニペックスがメッキに対してアーウィンが黒染めでしょうか。インダストリアルフィニッシュという感じ、必要十分な仕上げがなされています。顎の角度はクニペックスが寝てると言えば良いのか、どちらかというとモンキーやオープンエンド寄りな角度に対してアーウィンはパイレンっぽい形をしてますね。顎の開きはアーウィンが12段階、クニペックスは15段階に調整が可能です。クニペックスが最大 40mm ほど、アーウィンは 37.5mm くらいまで対応します。どちらも全長の割にはかなり大きな2面幅まで対応可能となってます。また調整部分の違いとして、アーウィンは閉じ方向にはボタン操作を必要としません。閉じ方向のみワンウェイ。顎を押し上げるだけで開き幅の調整が可能です。クニペックスのボタンを押しながらの調整も慣れれば特に難しいことはありませんが、手がちょっと窮屈になるんです。アーウィンは親指で下顎を押し込めるので簡単操作となってます。操作のスムーズさは同じような感じです。ただアーウィンは私の個体だけかもしれませんが、ねじり方向へ力をかけるとパチパチとちょっと嫌な音が出ます。これは気になったっすね。グリップはクニペックスが2種類選べるのに対して、アーウィンは多分コンフォートタイプの一つのみ。力の入れやすさはやはりアーウィン。対してクニペックスのスタンダードは掃除しやすくすっぽ抜けないのがメリットと感じます。クニペックスは口先をどの幅に調整してもわずかにグリップには隙間を残すのに対して、アーウィンはくっついてしまう位置があるですね。さて両者使ってみて、どちらも便利な良い道具だと感じています。ケーブル調整のダブルナットだったり、ホイールアクセルを緩めるための押さえ側に使ったり、インチもミリもどちらにも素早く対応が可能です。早回しがしやすいというのもこの道具のメリットだと感じています。180から 200mm くらいのこの両者、扱いやすいサイズ感もいいですね。使い比べての感想としては、見た目の印象とは異なりまして、クニペックスの方がパワー系というものでした。トルクはクニペックスの方がかけることが可能です。グリップの握りやすさとか前長からのトルクのかけやすさということよりも、クニペックスは先が開きにくいんです。アーウィンは握力が負けて先が開いてしまうんです。トルクチェッカーを使って比べてみると、17mm のナットを掴んだ場合、アーウィンが 50N くらいで先が開いてナットの角を壊してしまうのに対して、クニペックスは60から 70N かけても先が開きません。クニペックスはもう少しいけそうなのですが、グリップが手に食い込んで痛く、それ以上トルクかけるのは辛かったです。コンフォートグリップならもう少しいけそうな印象。アーウィンの良いところは口先の開き調整が楽というところ。変な体勢だったり道具をしっかり持てないような環境でも、下顎を押し上げるだけで調整できるというのは簡単でいいですね。また口先の角度のためか、ネジに対してアプローチがしやすいと感じました。目視ができない裏側のナットにかけに行く時などはアーウィンがやりやすいです。ただボタン操作なしでの調整については、望まないところで閉じてしまったりもしますので、例えば同じサイズのボルトを連続して回す時などデメリットとして現れることもあります。それからよく言われる間違った使い方、上顎の向きに回した場合にクニペックスよりも顎が開きにくいようには感じました。
クニペックスでこの操作しますとすぐ顎開いちゃうのでほぼほぼやらないのですが、アーウィンは違和感なく使えるような印象を持ってます。20ニュートンくらいなら逆向きに回してもネジを傷めることなく回すことが可能でした。トータルでどちらがおすすめかというと、私はクニペックスを押したいです。口先の開きにくさが理由です。ネジを回す際にグリップも握り込むことになりますが、クニペックスは回す力と握る力がちょうど釣り合いが取れてる感じなんです。対してアーウィンはイメージよりもグリップを握り込まなければならず、油断しなければ問題なく使えますが、連続作業で握力が落ちてくるとグリップを握ってられなくなっちゃいまして、30ニュートン程度のトルクでも回す力に握りが負けて先が開いてネジをガリッとやっちゃうこともございます。大きなトルクをかけてない時でも顎が開いてしまう印象はありますね。先ほど述べた扱いやすさ、見にくい裏側での使いやすさも結局先が開いてしまうとなると台無しとなってしまいます。将来的なリペア、保養部品の設定があるというのもクニペックスのいいところ。プライヤーレンチはボタン部分が壊れるというのをたまに聞きますが、クニペックスはここ部品で購入が可能です。対してアーウィンはここがカシメになってますので、部品で変えたとしても交換するのはちょっと面倒。メンテナンスで長く使える、これもおすすめしやすい部分となってます。値段的には倍も違います。で、クニペックスに倍の価値があるかっていうと、その理由を説明するのは難しく感じちゃうんですけど、それでも私はクニペックスを選ぶっすね。もっと根本的なところ、プライヤーレンチかモンキーか、どっちがいいのって聞かれることあるんですけど、私はどちらも使ってまして、どっちとも言えないっす。プライヤーレンチは叩けないし踏めません。どちらもモンキーでも推奨されない使い方ではありますが、プライヤーレンチはこれらのパワープレイが特に苦手です。壊れるとかではなく、単純やりにくいです。グリップ握り続けながら踏んだり叩いたりというのは難しく、また衝撃などで口先が開いてしまうのか、踏む叩くといったハードプレイに使ってみてもネジが回ってくれるイメージはないっすね。それからグリップを握り込まないといけないので、多くはないですが使えない箇所ややりにくい作業というのもございます。モンキーはやったらダメっすけど踏みやすいし、最終手段叩いて回る印象はありますし、ネジにかけることさえできれば柄を握る必要はなく、引くか押すだけですから、汎用性という面ではモンキーレンチの方が高いのかなと思っています。プライヤーレンチのメリットとしては、早回しができるということと、ちょっと角が落ちたネジにも使える場合があるってこと。また、対応するネジサイズはモンキーよりも大きなとこまでいけることが多いということを挙げます。それから違う使い方として、薄板を曲げたりステーの成形をし直したりといった板金までいかない曲げたり系作業ができるということでしょうか。シワが寄ったり歪んでしまった薄板を口先で掴み込んで伸ばしたりに使えます。似ている道具なんですけれども微妙に違って、でその違いが微妙ではあるんですけど、なかなか大きい。私は 300mm サイズはモンキーを、180mm 以下のサイズはプライヤーレンチを持ち運んで使っています。どちらか一方に絞るのは難しいと感じています。老舗同士のプライヤーレンチを比較してみて、私はクニペックスを気に入りました。クニペックス長く使ってきましたので、慣れがあったことも大きいかとは思いますが、本家の強さみたいなものを感じたっすね。アーウィンは値段が魅力。半値以下で試せるというのは選択肢に入れる理由となるでしょう。握力に自信のある方には良い選択となるかもしれません。もし店頭でのイベントなどで使い比べできる機会がございましたら、ぜひ試してみていただきたいです。その他、日本の富士屋さんやアメリカのクライン、最近はハゼットからも似た道具が登場しています。それぞれ良いところがありそう。皆様のおすすめございましたらぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。